俺の名前は島田良介。中小企業で働くごく普通の会社員。性格は臆病で気が弱い。真面目なことだけが取り柄で、仕事ではそれなりに信頼もある方だ。入社して10年、仕事にも慣れ、最近では後輩もだんだんと増えてきている。先輩として慕われるのはなんだか気恥ずかしいものもありながら、最近では喜びを感じることの方が大きい。島田さん、ここのフォーマットなんですけど、いつものように黙々と仕事をしていると、後輩の赤石さんが俺に話しかけてくる。彼女は俺より3つ下の後輩で、入社当初から期待の星だ。確かに要領もよく、もともと頭がいいのか、教えたことはほとんど1回で覚えてくれる。積極的に質問にも来るので、教える方も気分がいい。その上見た目もいい。可憐で品のある容姿や立ち居振る舞いから、男性社員のマドンナ的存在となっている。これで大丈夫じゃないかな。問題を解決してあげた俺に、赤石さんは明るい笑顔を向けた。ありがとうございます。島田さんは丁寧に教えてくださるので助かります。褒め言葉に緩んだ口角をすぐに手で押し戻し、俺は冷静さを取り戻した。いやいや、これくらいどうってことないよ。あとよろしく。自分のデスクに戻る赤石さんの後ろ姿を見ながら、俺は思いを馳せていた。赤石さんのような人が彼女だったらいいのに。一瞬そんなことを頭に浮かべたが、首を振ってすぐに払拭した。あんな完璧な女性が俺に好意なんか抱くはずがない。俺は自分の境遇を振り返り、深いため息をついた。俺はもともと裕福な家庭で育った。父は会計士、母は司法書士。俺と2歳下の弟とは常に勉強で比較されていた。何事にも臆病な俺と違い、何にでも積極的な弟。運動も勉強も常に俺よりいい成績を残していた。そんな弟に対して俺は対抗心すら抱かなかった。子供の頃から争い事が苦手で、すぐに何でも相手に譲っていたし、感情を表に出すのが苦手だった。結果的に両親の期待は弟に集中し、俺は出来損ない扱い。それでも家族の一員として恥ずかしくないようにと、私立の学校に通わされていた。学校でもカースト上位者の使い走りにされ、自分の居場所はなかった。ずっと自分の感情を押し殺して作り笑顔を見せる日々。そのまま大人になり、俺は自分の感情に素直になることができない。常に他人の顔色を伺い、真意ではない言葉を選んで相手の機嫌を取る。そうすることでしか自分の身を守る術はない。惨めに感じながらも、俺は今でもそんな生き方を続けている。そんなある日、いつものように電車で帰宅している途中、一人の男性に声をかけられた。振り返って顔を見ると、高校時代同級生だったクラスの男子だった。当時はそこまで話したことがなかったものの、俺のことを覚えていて声をかけてくれたのが嬉しかった。目的地に着くまで昔話に花を咲かせていると、不意に同級生が俺にスマホを見せる。どうやら近々同窓会が開かれるようだ。予定がないなら参加してほしいと誘われたが、俺の胸中は複雑だった。いつもおとなしくてクラスでも存在感のなかった俺。友達と言える同級生も数少ない。そんな人間が言ったところで、みんなは扱いに困るんじゃないだろうか。彼のように全員が全員歓迎ムードにはならないだろう。何より参加したところで自分が楽しめるかどうか。数秒の沈黙で俺の頭の中ではいくつもの葛藤が渦巻いていた。やっぱり断ろう。そう思って顔を上げた途端、彼の困ったように笑う姿に胸が痛んだ。参加しようかな。自分の気持ちとは裏腹に
俺は幹事をしている彼の表情を見て断ることができなくなってしまった。俺の返事を聞いて嬉しそうに話し出す同級生を横目に、俺は小さくため息をついていた。翌日、俺は自分の性格に嫌気がさしていた。あの場の雰囲気で断れずに参加すると返事をしてしまったおかげで、同窓会に参加することになってしまったのだ。けれど参加したところで特に誰かに会いたいわけでもない。それどころか、学生時代俺をバカにしていたグループと顔を合わすのかと思うと、億劫で仕方がないのだ。かといって一度参加すると言った手前、今更キャンセルするのも気が引ける。開催日までもう数日なのだ。もやもやと余計なことを考えているおかげで、今日は思うように仕事が進まない。頭を抱えながらパソコンに向かっていると、書類を持った赤石さんが俺に微笑みかけた。ずいぶん難しい顔ですね。そんなに大変な内容なんですか？課長に書類を提出するついでに、通り過ぎる俺のデスクの前で声をかけてくれたのだ。赤石さんの気遣いに少し心を落ち着かされた俺。そんなことないよ。心配してくれてありがとう。愛想笑いを返す俺に赤石さんはどこか寂しそうに笑う。島田さんに頼ってもらえるくらい私ももっと頑張らなくちゃ。独り言のように小声でつぶやくと、赤石さんはそのまま俺の前を通り過ぎた。普段から真面目な赤石さん。同僚にも気を配れるし、仕事もそつなくこなす。今でも十分なくらい完璧だ。そんな女性に心配してもらっているのに、俺はこんな小さなことで悩んでどうするんだ。腹をくくり、自分を奮い立たせると、俺は同窓会に参加する覚悟を決めたのだった。同窓会当日、俺は決められたホテルのダイニングバーを訪れた。私立の有名学校だっただけあって、同窓会をする場所もそれなりに高級志向だ。ドレスコードを考えて久々に着た一丁羅のブランドスーツ。きっとこんなことでもない限り、これに袖を通すことはなかなかないだろう。店に足を運ぶと俺の体を悪寒が駆け抜ける。懐かしい。卒業式ぶりだな、島田。スタッフに席を案内されている最中、入ってきた俺に気づいた結城が声を上げたのだ。俺は自分の中で精一杯の作り笑顔を見せながら席に向かう。席の中心には声の主である結城が当時の取り巻きたちに囲われて酒を飲んでいた。俺が一番再会したくなかった人間だ。結城は中学高校と同じクラスになることが多かった同級生。常にクラスの中心にいて、いつも取り巻きを引き連れていた。結城の父親は有名な一流企業の社長。その影響力は凄まじく、周りの生徒やその親は仲良くすることでその恩恵を受けようと必死で機嫌をとっていた。そんな環境で育っていたからか、本人はものすごく傲慢で自己中心的。立てつくものはすべて父親の力で追い込む。そんな結城のことを恐れ、彼の行動に口出しする者は誰もいなかった。俺は中学2年生の時、結城に目をつけられて以降、ずっと使い走りにされてきた。ひどい嫌がらせのようなことはされなかったものの、クラスでは笑い物にされたり、バカにされたりすることは日常茶飯事だった。心がすり減っていく音が聞こえる。いつだって結城やその周りが言うノリという感覚にはついていけない。大人になって久しぶりに顔を合わせた今でも、その感覚は根強く残っている。結城は周りの人間と酒を煽り、我が物顔でヘラヘラと笑っていた。でも島田が来るなんて珍しいよな。幹事は相当人数集めに苦労したらしい。皮肉を込めたセリフに、俺をここに誘った幹事の同級生が無言でうつむく。定期的に同窓会は今までも開催されていたらしい。しかし例年の決まりで幹事が回ってきた人間が予定人数を集められなければ、
その分のマイナスを自分で補填しなければいけないというルールがあるようだ。もちろんこのルールを決めているのは結城自身。けれど当の本人はもちろん幹事に携わることはない。俺が今まで声をかけられなかった理由は、参加人数が予定通り集まっていたことが大きい。今年はあと一人がどうしても埋まらず、幹事はあがいていたようだ。真実を知った俺は心の中で消化しきれない感情が渦巻く。俺としても別段来たくなかったこの会に、まさか数合わせで呼ばれているだけだったなんて。一瞬でも俺のことを覚えていてくれたのだと勘違いして喜んだことが恥ずかしくなった。そんな俺や幹事のことなどお構いなしの結城は楽しそうにその場を盛り上げている。適当な酒を手に少し離れた席からその姿を静観していると、結城は俺に視線を向けた。久々に顔を出したんだ。何か面白い話でもしろよ。突然の振りに困惑する俺。他の人間は自分に火の粉が降りかからないようにと黙って視線をそらしている。そんな急に言われても特にないよ。苦笑いを浮かべる俺に結城は鼻で笑いながら言った。あるだろう。名門進学校に通わされながら大学進学を諦めてしょぼい会社に就職した話とか。結城の笑い声につられて取り巻きたちも次々に笑い声を上げた。ここでも俺は負け犬扱い。俺はつくづく自分のいた環境が惨めに感じて下唇をかみしめていた。島田じゃ大して仕事もできなさそうだしな。一生独身だろ。どんどんと調子づく結城の言葉に笑い声も大きくなっていく。他人にバカにされる雰囲気。笑い声でよみがえる学生時代の苦い記憶。両親からの冷たい眼差し。気づけば俺の手のひらには尋常じゃないほどの汗がにじんでいた。それどころか彼女もいないとか。期待を裏切らない地味男って感じだな。俺のことを見下す結城の饒舌なトークは最高潮を迎えていた。大げさすぎるほどに取り巻きの連中は笑ってみせる。言われっぱなしでさすがにカチンときた俺は無意識に結城の言葉に声を上げた。さすがにそれは見下しすぎでしょ。変に笑い声混じりに反論した俺を見て全員の笑い声が止んだ。俺はとっさに場の空気を読み、自分が後戻りできないことをしてしまったことを悟る。おとなしく聞き流していればよかったのに、なんで言い返してしまったのだろう。俺の反応が気に入らなかったのか、結城はギロリと鋭い視線を向けてきた。パシリのくせにずいぶん偉そうな態度取るようになったじゃねえか。お前と付き合う物好きでもいるってのか。結城は相変わらず威圧的な態度で俺に詰め寄る。とっさに嘘をついてしまった俺は絶体絶命。今さら嘘だなんて言えないし、どうしよう。結城が近づいてくる数秒の間に俺は頭の中を回転させていた。どうやって言い訳をすれば穏便にことが済むだろう。考えてもいい答えは浮かんでこない。見せてみろよ。どんな女と付き合ってんのか。そう言って俺の前で仁王立ちする結城。こうなってしまっては適当に誰かの写真を見せて納得してもらうしかない。しかし誰を？俺には特別仲のいい女性なんていない。それにどんな女性を見せても結局荒探しをされてけなされるのは目に見えている。どうしよう。再び嫌な汗が俺の背中を伝う。早くしろ。苛立ちを見せ始める結城に促され、俺は携帯のデータを確認し始める。そんな時、数ヶ月前にあった会社の飲み会で撮った写真が目に留まった。たまたまその日、少人数で写真を撮ることがあった。俺の隣には優しく微笑む赤石さんの姿。そうだ、彼女なら納得するかもしれない。見た目もいいし品もある。荒探しをしようとしてもなかなか見つからないだろう。彼女だと嘘をつくのは心苦しいが、
俺は決心して結城に画面を見せた。彼女だよ。それまでバカにするような笑みを見せていた結城。しかし俺の携帯の画面を見た途端、今までのにやけた顔が真顔に変わる。お前、本気で言ってるのか？結城の言葉に俺はびくりと体を固くした。赤石さんのようなハイレベルな女性が俺と付き合うわけないと早々にバレてしまったのだろうか。俺が何も言えずに黙っていると、結城の声はだんだんと震えていく。なんで彼女とお前なんかが。結城は何かに怯えるように顔を青くしている。さすがに反応に疑問を持った俺は首をかしげて結城の言葉を待っていた。嘘つくな、ありえないだろう。突然声を荒げた結城を周りの数人がなだめる。高級な店で騒ぎを起こしてはさすがに人目につく。結城以外の人間も育ちのいい人間ばかりなのだから止めるのも当然のことだ。私の彼氏が嘘をついていると？しばらく結城と周りの問答が続く中、不意に俺の背後から女性の声がかかる。振り返るとそこには赤石さんが可憐なドレス姿で立っていた。なんでここに？俺の問いかけに赤石さんはいつものように優しく微笑む。ちょうど父とその周りの方に誘われて食事に来ていました。そう言われて店の中を確認すると、明らかに品位の高そうな年配男性たちが怪訝そうな顔をこちらに向けていた。その中でもひときわ苦い顔をしている男性が一人。そう、それは結城の父親だったのだ。赤石さんの登場に結城はさらにうろたえて後ずさりを始める。本当に？わなわなと震えた体で赤石さんに向き直る結城。彼女は何も言わずに笑顔でうなずいてみせた。ですからもう二度と彼のことを悪く言わないでいただいてもよろしいかしら。そう言うと赤石さんは俺の腕をつかんで店の外に連れ出してくれた。店の中ではショックで言葉を失い、へたり込んだ結城を心配する取り巻きの声が響いていた。さっきはありがとう。話を合わせてくれて。非常階段に逃げ込むと、俺は夜風に当たりながら赤石さんにお礼を告げた。彼氏だと父の前で断言してしまいました。責任は取ってくださいね。冗談めかして笑う赤石さんに、俺は不覚にもときめいてしまう。けれどそんなのは彼女の優しさだ。俺が本当に相手にされるはずなんかない。必死で一瞬こみ上がった思いを否定していると、赤石さんは言った。私、初めてだったんです。親のことを通して私を見ない人。私自身をしっかりと評価して信頼してくれる人。夜景を見つめる彼女の瞳からは、心なしか寂しそうな色が映る。父の顔を潰さないように、そればかり考えて、毎日息が詰まりそうな日々。完璧じゃなきゃいけない。品があって、学もあって。でもそれって本当の私なのかなって。彼女の本音を聞いていると、自分の心にも響くものがあった。もしかしたら俺たちは、境遇さえ違うものの、同じ悩みを抱えていたのかもしれない。だから島田さんが私を評価してくれるのが嬉しかった。そこに意志を持った自分が存在しているんだって自信をくれたから。そう言って夜風に髪をなびかせる彼女は何かを吹っ切ったように俺に笑いかける。聞けば彼女の父は国会議員。大きな父親の存在で自分自身が自由でいられることは少なかったらしい。身分を隠して今の会社に就職し、普通の OL として社会経験を得たかったのだという。素性に驚きはしたものの、俺はなんだか人事に思えない感情を抱いていた。俺のことを特別に思ってくれていた赤石さん。同時に俺も彼女のことを勇気づけることができていたのかと思うと、これまでの味気ない人生が報われた気がした。
それから1週間後、同窓会の席で大騒ぎをしていたことで、結城はたまたま居合わせた父親にこっぴどく叱られたようだ。もともと赤石さんの父親と結城の父親はビジネスとして深い関係だったので、結城は赤石さんのことを認識していたらしい。恥をかいたとご立腹の結城の父親は、今まで甘やかして育てたことを反省し、もう何も干渉しないことを本人に宣言したようだ。後ろ盾がなくなった結城。取り巻きたちは権力の欠いた彼に興味はなく、次々と連絡を絶っているらしい。裸の王様となった彼を不憫に思う人間は誰一人としていなかった。それだけの行動を今までしてきたのだから仕方がない。そして俺はあれから本当に赤石さんと交際を始めた。まさかあんなに素敵な女性が平凡な俺なんかを選んでくれるとは思わず、今でも夢のようだ。けれど赤石さんと付き合うことで、今までなかった自分への自信が少し芽生え始めた。これからも2人で肩を寄せ合い、お互いを支え合える関係になれることを願っている。自分の存在を消したいと願った学生時代、そんな過去の俺の心に今の自分が優しく寄り添えるようになっていたのは彼女のおかげだから。